皆さん、こんばんは。今回も記録を伸ばせたので投稿しておきます。2024年2月21日の時点で、あと少しで2.2.0へのアップデート予告があるので、短い戦法になるかもしれませんが、一応、記念ということにしておきます。さて、前回131ウェーブで終わった動画ですが、改善点を探すため動画を見返しました。そうしたらある一点に気づき、そこをなんとかできたらいけると確信できました。気づいた人もいるかもしれませんね。イズンのレベルが400に届いていないのです。アイスソーサラーはこの時400級だったので超えてても不思議ではないのですが、エインヘリアルのコストがまだ足りなかったようです。なので次の作戦は130ウェーブまでに400超えるために何ができるかの模索でした。イズン以外の3人はすでに懸賞金スキルを持っていたので、単純にコストを S まで上げればいくんじゃないかということでステータスを振り直しました。しかし S にしただけでは到達できず、次に試したのは120ウェーブで使用していた金策を少し後ろにずらしていく作戦です。これも120ウェーブでなかなか敵が倒せず、何度やっても失敗してしまうので安定化には遠いと判断して別の作戦を考えます。それでは本編始まります。今回は序盤の動きが前回と少し違うので2倍速です。まずはアイスソーサラー雇用が自分のルーティーンです。ここからしばらく勲章を貯めます。そういえば書いてませんでしたが、大魔法の血の黒姫の起用を諦めました。理由は単純にスタミナ消費が大きすぎて使い物にならないからです。新人はスタミナ軽減系を持ったドルイドですが、悲しいことに大魔法がついてます。個人的には殲滅さんが欲しかったです。悔しい。このスタミナ軽減スキルがあるとないとじゃ、防衛戦においては全然違うので、優先順位はかなり高めだと思ってます。勲章がたまりました。もう気づいた人もいると思いますが、今回はクエストについに手を出します。開くクエストは禁断の秘宝から解放できる冥界のジョーヘルの討伐です。クエストの達人スキル持ちは入れてませんので表示は54分です。ここからはいつも通り1回ずつ雇います。前と同じなので20倍速です。120ウェーブまでひたすらアイスソーサラー雇用タイムです。ちなみに110ウェーブと115ウェーブの安定化は未だにできてません。記録を出したこのパーティーでもやられることが多々あります。大型の敵と1対1になったらまず攻撃が当たらないので、次のウェーブで湧いた雑魚に当てるついでに大型にも当てる運任せな感じです。ここからは2倍速です。全スキル解放。そういえば敵に与えるダメージたまにゼロになるのは相手も心臓系のスキル持ってるとかなんですかね。タップでそれを潰せるならタップも無駄にならないのでこまめに連打するようにしています。詳細不明。ここが一番大事なところです。金策が切れる前に冥界のジョーヘルのレベルを上げ時間短縮します。それをアイスに入れ目的のイズンを400に上げます。これで130ウェーブまで余裕持って戦える戦力になったので、スキルのリキャストをかけながら戦況を見ていきます。130ウェーブに到達できたので方向を使います。
俊足のクールタイムが終わりましたが、余裕ありそうなのでしばらく様子見です。135ウェーブで方向が40秒くらい残ってるので、これはチャンスと思い俊足発動します。方向中に135ウェーブ攻略できたのは大きいです。これで140ウェーブまで耐えれる地盤が整いました。念願の140ウェーブです。個人的目標の大幅更新ですごく嬉しい。今の火力では140ウェーブに太刀打ちできないですが、ワルアガキでエインを召喚します。速攻で HP が一気に減ってすぐ撤退。でもリカスとして再度頑張ってもらいます。結果は141ウェーブと前回より10伸びました。記録が伸びると楽しいですね。115ウェーブでピンボール負けするとストレスがすごい溜まりますが、さて次はアップデートで環境がどれだけ変わるかです。いろいろ楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。